ava, av. Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today I'm going to talk about what the International Phonetic Alphabet is. さて、発音記号ってそもそも何なのかを教えてもらわないで、いきなり英語の時間にわけわかんない記号が出てきて、とりあえず使わされてるっていう感じの人が多いと思うんですよね。でも、発音記号の本当の用途を知らないと、全然その良さが活かされないんですよ。例えるなら車の使い道を知らないで、家から徒歩1分のところに車で行くと駐車場を探すのが大変だったりとかで、車の良さが活かされないどころか逆にデメリットが出てきちゃいますよね。それと一緒で用途をしっかり理解しないと良さが活かされないんです。逆にこれから話すことを知ってると発音記号を10倍くらい活用できるし、生まれて初めて発音記号楽しいって思えるかもしれません。まず、英語ネイティブは発音記号なんて使いませんし、知りません。僕は高校生の頃、てっきりネイティブは発音記号で綴りの読み方をチェックするのかとばかり思ってたら、ネイティブに見せたら、何これって反応だったんです。それで初めて発音記号はネイティブは使ってないんだって知ったんです。発音記号を知ってる人は音声学を知ってる人だけです。発音記号はもともと19世紀後半にフランスのパリでフランス人の言語学者が率いるグループが子供たちに外国語の発音を正しく覚えてもらうために作られたらしいです。それで最初は一部のヨーロッパの言語にしか対応してなかったらしいですが、改良を重ねてあらゆる言語の音を書き表せるようになってきました。最終的なゴールは全ての言語に対応できるようにすることだと思うんですけど、現実はまだその段階には達してないかなという感じですね。だから英語に限らず人間が物理的に発音できる音はできるだけ全部書けるようにしようとしてるんです。それが発音記号です。で、まず子音から見ていきましょう。このウェブサイトで子音の記号の一覧表が見れて音声が聞けるようになってます。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じです。ma, ama, am. 下にリンクを貼ってあるのでぜひ遊んでみてください。絶対面白いです。で、まずこの子音表をどうやって見るかというと、この欄には口の場所が書いてあるんです。こっちの左側が顔の一番前で、右側が一番後ろ。これが一番前にある bilabial、両唇。それから歯と唇、歯茎のあたり、postalveolar、歯茎のちょっと後ろ、巻き舌音、反り舌音。それから口腔外っていう口の天井の硬い部分。そして軟口蓋っていうもっと後ろの口の天井の奥の柔らかい部分。それからもっと奥、口外水、喉、咽頭、最後に声門。これが口の場所を表しています。そして縦は発音の仕方です。一番上が破裂音、次が鼻にかかる鼻音、それからトリル。bra, abra, abr. こんな音ですね。それから叩き音とか弾き音。日本語のラ行はよくこれだって言われますよね。ra, ara, ar. そして摩擦音。それから側面摩擦音っていう舌が口の真ん中を塞いで両脇から空気が抜ける音です。sha, asha, ash. そして接近音。和行とか野行とか英語の R の類です。それから側面接近音っていう舌が口の真ん中を塞いで両脇から接近音が出るやつです。英語の L とかがそうですね。日本語のラ行も語頭とかはこれじゃないかなと思います。la, ala. それでこういう風にペアになっているものは、左が無声音、右が有声音っていうことです。例えば S と Z とかだと、sa, asa, as. za, aza, az. それで破裂音はこういう風に、pa, apa, up, up. 母音の前、母音の間、母音の後で破裂させるもの、母音の後で口を閉じたまま終わるもの、4種類発音してます。それでこういう灰色の部分は物理的に不可能だったり、言語音として使われなかったりという感じです。で、これだけでだいたい60個くらい記号があります。他にもまだあって全部で80個以上あるんですけど、日本語、英語、中国語、フランス語、スペイン語あたりのこういう身近な言語の子音はだいたい20ちょっとくらいなんです。20代前半くらいです。だから全部で90個くらいある記号の中の20ちょいくらいしか使ってないっていうことなんです。
この中からそれぞれの言語の中にある音の記号だけを使っているということです。ロシア語とかにはこれらにいっぽい響きを加えたり、フィンランド語みたいに長さを変えたりして、二次的な要因を加えて区別する言語もあるので、そういう場合は二次的な要因の小さい補助記号をつけたりします。そういう補助記号を使うと、もっといろんな音を書き表せるようになります。でも今日はそういうのを置いといて、これだけ見ていきましょう。で、英語の発音記号で、このゾウリムシみたいな形の記号出てきますよね。名前は theta って言うんですけど、ここにあるので、これは歯を使った摩擦音って無声音だな。さ、あさ、あす。あとこの S が伸びたような記号。これはここにあるので、これは歯茎のもう少し後ろの方で出す摩擦音で無声音だな。しゃ、あしゃ、あし。というのがわかるんですよ。この表を見て記号を照らし合わせて、こうやって発音するのかっていうのがわかるんです。そうやって使って発音記号は初めて効果を発揮します。この表を使って初めて発音記号は効果を発揮します。次に母音です。母音はよくこういう台形に書かれてます。例えばこれを聞いてみましょう。この台形はどういうことかというと、子音と同じように左側が口の前で、右が口の奥ということです。それで下の方の記号は口を大きく分ける母音です。そしてだんだん口が狭くなっていって、一番上の段の母音が一番口を閉じているということです。それでこういう風にペアになっているものは、左が口を丸めない、右は口を丸める。例えばこれは、いです。そして口を丸めたいがこれです。でも実は丸めるか丸めないかだけじゃ十分じゃなくて、スウェーデン語とかノルウェー語には口の丸め方に2種類あるらしいんですよ。でもその辺はちょっと苦し紛れな書き方をしているので、まだ発音記号は完成していないんじゃないかなと思います。でも日本語とか英語ではよほどじゃないとそこまで書く必要がないので、今回は気にしなくていいでしょう。それで子音と同じように、例えばこの E を逆さにした記号を見ると、真ん中にあるので、これは口をあまり開けもせず閉じもせず、だいたい真ん中あたりで作る母音なんだなっていうのがわかります。日本語のはよくこの A を逆さにした記号を使いますけど、でもこのサイトの音声だとちょっと日本語のは違いますけどね。でもね、これが一番近いかもしれないですね。前でもなく後ろでもなく、E の逆さよりはもうちょっと口を大きく開けるということです。だから母音はこの表を見て、記号と照らし合わせて、こうやって発音するんだなっていうのを見ると発音記号はすごく便利なんです。逆に発音記号の表と仕組みを習わないで、いきなり見慣れない記号だけ見せられてもどう使っていいかわからないんですよね。逆に見た目がとっつきにくそうとか、記号を間違えて読んじゃうみたいなデメリットの方が多く出てきちゃったりするんですよ。で、発音記号をどうやって有効に使うかというと、例えば韓国語を習うときに、まずハングルが日本人には馴染みがない文字ですよね。文字が全く読めないところから始めます。その時に、例えばこの文字は発音記号のこれ、この文字は発音記号のこれっていう風に示してもらうと、さっきの発音記号の表と照らし合わせて、この文字はこうやって読むのかっていうのがわかるというわけです。ただしさっきの英語や日本語の例を聞いていただいたように、このサイトの音声と全く同じ音ではなく、あくまで一番近い音、または理論上は口の動きはこうだというように目安程度に考えることが大事です。それぞれの言語の音はこのサイトの音声と全く同じではないということがポイントです。ただ一旦ハングルの読み方を覚えてしまったら、音声学の研究とかでよほど細かい発音の違いとかを書く必要がない限りは、外国語学習では発音記号って特に使うことないんじゃないかなと思うんですよね。日本語だったらひらがな、中国語だったらピン音、英語だったらフォニックスとか発音リスペリングを覚えるまでが発音記号がすごく大事で、覚えちゃったら発音記号はそんなに使わない気がしますね。だから発音記号が効果を発揮するのは、その言語の文字がまだ読めないとき、あと音声の研究で細かい音の違いを書くとき、こういうときにすごく便利だということです。ぜひ皆さん発音記号の音声が聞けるサイトのリンクを貼ってあるので、それで遊んでみて、発音記号楽しいっていうのを体験してみてください。この動画が少しでも役に立ったらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。